Please welcome Erika Watanabe, Vice President, Brand Marketing Department, JCB Company Limited. Masaki Yamanaka, General Manager, Brand Communication Division, Communication Design Department, KDDI Corporation. Kana Machida, Telecom and Fintech Ecosystem Team, Industry Head, Google, Japan. 皆さんこんにちは。 Google の町田です。 KDDI の山中です。 JCB の渡辺です。先ほどの奥山の話にもありましたブランドパーパスですが、このパーパスをどうしたら生活者にしっかりと届けられるのか、その Google の一つの答えがクリエイター競争です。本セッションではこのクリエイター競争において素晴らしい成果を出されている KDDI さん、そして JCB さんをこちらにお招きし、その実態の舞台裏に迫っていこうと思います。お二人とも本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはその従来のマスマーケティングからこのクリエイター競争に舵を切られたそのきっかけについて山中さんからお願いできますか。はい、時代の変化とともにその若年層のメディア習慣が変わり、マス広告だけではメッセージが十分にやっぱ届かなくなってきたことが大きなきっかけです。特に我々通信キャリアへのこだわりがその薄い若い世代、その若い世代に対してどうすれば au っていいな、好きだなって思ってもらえるか、その単なる認知だけではなくて、共感を通じてブランドラブを育てること、それが我々の起点でした。はい、愛ですね。ありがとうございます。JCB 渡辺さんからもお願いいたします。はい、今 KDDI さんもおっしゃったように、従来のマスマーケティングだけでは共感が限定的になってしまうと私たちも感じていました。価値観とかライフスタイルがこれだけ多様になっている今、例えば30代女性はこんな人みたいな平均的な人ってそもそもいるんだろうか、またそんな仮の仮想の人に向けて発信しても我々ブランドと生活者の距離を縮めることができないんじゃないか、そんな実感があったんです。そこで今回はGoogle さんの協力を、得まして、消費者を深く分析していくと熱量が大きくかつ決済に非常にポジティブな推し活というテーマが見えてきたんです。この推し活を切り口にすれば特定の界隈に深くアプローチできる、そこから私たちの挑戦は始まりました。はい、ありがとうございます。そのお二人ともその共感への挑戦っていうところが共通のキーワードで出てきたと思うんですけれども、その KDDI さんはそのつながる体感ナンバーワンという、通信会社として非常に強力なブランドメッセージをお持ちですけれども、これをどのようなアプローチで実現されたかお聞かせいただけますか。はい、私たちその、事業の一丁目一番地であるその通信、まさにその根幹の通信品質を今回そのつながる体感ナンバーワンというメッセージでお客様に浸透させることを目指しました。でそのために、我々ブランドが直接伝えるブランドボイスで、クリエイターの方々に届けていただくクリエイターボイス、この2つの施策を実行しました。でまずブランドボイスではテレビ CM を通じて広く信頼や期待感を醸成しました。例えばサンタローシリーズでおなじみのこの有村架純さんを起用しまして、つながる体感ナンバーワンを直接的にテレビ CM、YouTube などで届けています。はい、私もこの CM のシリーズすごい好きです。本当ですか。ありがとうございます。で一方でクリエイターボイスの方では、我々ブランドのそのメッセージをクリエイター自身の言葉や企画に置き換えていただきました。でその代表例が寿司ラーメン陸さんです。で彼の持つそのユニークな世界観を通じてつながる体感という価値を自然に翻訳していただきました。で本日は実際の動画をお持ちしましたので、ぜひご覧ください。全身をぐるぐる巻きにアルミテープで巻くことで一切電波を遮断して逃げ回ってやりたいと思います。電波なんて俺には届かないよ。絶対に電波を通さない男 VS つながる体感ナンバーワンを手にしたので、一撃っすよ。最強の矛企業。おかけになったで。繋がらないっすね。おっと、さすがに英雄つながらないか。どうする。おっと、
まさかの肉弾戦だ。ご自慢の電波を持った大人たちが鬼の形相で攻めてきます。一人はもうパラボラアンテナごと追いかけてきている。メール送りまくれ。もう送ってます。しかしまだ県外のままだ。ものすごいアルミのポテンシャルを見せつけていく。あそこに援軍です。これはなんだ。ニョキニョキ生えていく。この企画よく通りましたね。そうですね。リクさんを本当信じて腹をくくりました。これでも本当そのリクさんの持ち味めちゃくちゃ生かされてると思うんですけれども、その一方でその企業として伝えたいファクトが抜け落ちないように、その面白さとビジネスをどういった形で両立していったかっていうのをお聞かせいただけますか。はい。でも非常に難しいことだと思ってます。で、私たちが一番大事にしたのは、メッセージを無理に押し付けず、クリエイターがやりたい企画とのその自然な接点を見つけることでした。で、例えば、我々のその通信というそのサービスの価値を、目に見えないそのサービスの価値ですね、それを大規模な実験をされる寿司ラーメンリクさんだからこそできるその伝え方とはどんなものなのか、そこを何度もそのクリエイターさんと深くすり合わせ、au の通信の素晴らしさが伝わるだけでなくて au と組んだことで面白い企画が実現できた、というその嘘のないストーリーを共に作り上げました。でそしてもう一つ私自身も出演してますけど、私たちの大人そうですねであるその KDDI の社員が真剣にふざける姿を見せることで、若者が大企業へ持つその固いイメージを崩しまして、それによってギャップを生み親近感を持ってもらうことを意識しました。これギャップからの親近感非常に大事ですよね。そうですね。で実際その結果としてこのコラボ動画の総再生回数は今1600万回を突破しております。でさらにクリエイターのチャンネルのその動画アセット、これを広告配信できるパートナーシップ広告を戦略的に活用したことで、同時期に実施したショート動画広告と比べて視聴完了率が4倍以上になりました。これ4倍って本当にすごい数字だと思います。ありがとうございます。でも大事なのは本当にどれだけ見られたかの数字だけじゃないというふうに思ってます。今回このキャンペーンの集大成としてコラボ企画を実施した去年のYouTube ファンフェスの期間中に私たちが最も重視するその若年層ですね、ここのブランドの好意度が明確に上昇しました。で加えてつながる体感ナンバーワンというそのメッセージの認知リフトですね、こちらについてもテレビ CM と比較したところ先ほどの寿司ラーメンリクさんの YouTube 動画の方が上回るという結果が出ました。これ何がポイントだったと思われますか。そうですね、エンゲージメントがやっぱ高い動画になったことが今回の、視聴体験の質が高まり、クリエイター自身の言葉で語られるからこそメッセージが深く、自分事としてファンに届いたのと思っております。はい、山中さんありがとうございました。その一方 JCB さんはその決済事業者として、推し活というその新しい軸メッセージを立てて、そのブランド、クリエイター、ユーザーというその3つの声3ボイスを生かされていたと思うんですけれども、その具体的なアプローチについて教えていただけますか。はい、私たちは今回推し活という決済に対して非常にポジティブなこの熱量を軸にブランドの発信をゼロから作り上げる挑戦をしました。その上で大事にしたのが段階的かつ非常にスピーディーに検証のサイクルを回していくことで、かつそれを通じて共感の精度をいかに高めていくかでした。まず最初のブランドボイスではそもそも推し活をしている方々にとって私たち JCB がそもそも響くのか、またクレジットカードが持つどの価値が相性がいいのかを検証しました。その結果見えてきた JCB は推し活を楽しむあなたを応援しますというスタンス、推し活を肯定するスタンスですねを軸に定めて、JCB って私の味方なんだと感じてもらうことを大事にしました。 JCB は応援します。1秒を争うグッズ購入、絶対に負けられない手に汗握る勝負をあなたが全力で推し活に臨めるように、楽しむあなたを推していく JCB
これ推し活ってスポーツでしたっけ？これ推し活してる人たちが今日も会場にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、めちゃくちゃわかるって思うんじゃないかなと思うんですが、続いてこの推し活をクリエイターボイスでどういう形で実現されましたでしょうか？はい、クリエイターボイスではどの界隈が JCB と相性がいいのかを検証しました。クレジットカードで買い物する時のオタクあるある。なんだこれ。推しであるジョー君の香り付きトイレットペーパー。これは生きていく上で必要なものだよね。JCB さんもやってますね。そうですね、さっきのちょっとリクさんには負けるんですが、今みたいな形でアニメとか K-POP とかこういろんなクリエイターと共感性の高い動画を一緒に作ってビデオ視聴キャンペーンで広告配信をすることで、チャンネル登録者以外の幅広い方々へのアプローチを実施して、特にその中でどのコミュニティが JCB と相性が良かったのか、これを特定していきました。そして最後のユーザーボイスです。これまでの段階で明らかになった相性のいい界隈のまさにこう当事者である一般の JCB ユーザーの方にリアルな声で語っていただき、共感の承認という形で登場してもらいました。このように価値、界隈、そして当事者と段階的に検証を積み上げて PDCA を回してボイスを進化させていったことが、この深い共感につながったのではないかなというふうに思っています。ありがとうございます。スリーボイスに明確な役割を持たせていって、やっていったっていう非常に戦略的なアプローチだと思うんですけれども、具体的にその成果についてもお聞かせいただけますか？はい、今回の施策で私たちが目指したゴールは、クレジットカードを作ってその先にブランドを選ぶ際に JCB が選択肢に入るかどうか、つまり比較検討意向を高めることでした。その成果を出せた大きな理由は、ご存知かもしれないですけど、私自身も、すごいですよね。推し活してるんですけれども、私もそうですし、代理店様ももちろんクリエイターさんも推し活層で、当事者がクリエイティブを作れたことにあるのではないかなというふうに思っています。だからこそ視聴者から分かるという深い共感が生まれたのだと思います。そしてその共感は具体的な数字としても現れました。私たちの試算では、競合ユーザーを含め51万人の方々が JCB を比較検討対象に入れてくださいました。しかもその1人当たりの態度変容コストは37円。非常に高い効率で達成することができました。はい、ありがとうございます。これまさに JCB さんがその共感を勝ち得たからこその数字かと思います。お二人ともありがとうございます。KDDI さんはその大型クリエイターさんとの競争から共感を広げていくアプローチ、そして JCB さんは界隈の一つ一つの声を生かしながら共感を深めていくアプローチと、起点は同じなんですけれども、その目的によって異なってくるというのが非常に印象的だと感じました。そしてどちらにも共通するのが、クリエイターを起点とした熱量の非常に高いファンダムの存在です。このファンダムマーケティングにおいて YouTube を選んだその理由をお伺いしたいと思います。まずは山中さんからお願いいたします。はい、私たちがYouTube を一番選んだ理由の一つとして、そのコンテンツが資産になることです。でテレビ CM やその SNS 動画の多くはその一過性で流れてしまいますけれども、YouTube の強みであるそのアーカイブ性、こちらによって動画は資産として残り続けます。時間が経ってもその検索や関連動画から視聴されますんで、我々ブランドにとってその長期的なポジティブな効果としてもたらしてくれます。で先ほどクリエイターの方々のお話もあったと思うんですけども、実際私たちの先ほどの動画につきましても、キャンペーン終了後も再生回数が伸びるだけでなくて、コメント欄でそのユーザー同士が盛り上がるなど、そのブランドへの好意が持続することを実感しています。で YouTube はまさにその持続的な資産を築ける場だというふうに考えています。はい、ありがとうございます。続いて渡辺さんお願いします。はい、私たちが YouTube を選んだ最大の理由は、そこが推し活のもう現場そのもの、だったからです。今や推し活と動画は切っても切れない関係にあります。YouTube にはアニメや K-POP といった熱量の高いファンダムが数多く存在します。しかも精緻なターゲティングが可能です。だからこそあらゆる界隈にピンポイントで、かつその日常に自然に溶け込む形でメッセージを届けることができたと思っています。これは
他のメディアではやはりなかなか難しい YouTube ならではの強みだと考えています。はい、ありがとうございます。最後にこれから YouTube でクリエイター施策に取り組みたいよっていう人たちが今日たくさん増えたら非常に嬉しいんですけれども、そんな方々に対して一言ずつメッセージをお願いできますでしょうか。はい、私が一番お伝えしたいのは、クリエイター施策を短期のキャンペーンではなくて、長期的なその投資として捉えることです。でそのためにクリエイターをパートナーとして、心から信頼して伝えたいキーワードを絞って表現の余白を任せること、この覚悟がファンの心を動かし、ひいてはエンゲージメントを広げて、最終的に我々のブランドへの大きな愛情として返ってきます。ぜひ長期的な視点でクリエイターを信じた挑戦を始めていただきたいです。はい、マーケティングの本質として私自身が非常に大切にしているのは、私のこと分かってるじゃんといかにユーザーにお客様に感じてもらうかだと思っています。そのためにはまず自分たちがお客様を深く理解すること、さらにデータからしっかりとインサイトを見つけて恐れずに仮説と検証を繰り返す、そして何よりクリエイティブの制作に当事者を巻き込むこと、これが嘘のない本当の共感を生むコミュニケーションの鍵になると思っています。はい、山中さん、渡辺さん、最後に力強いメッセージありがとうございました。お二人の言葉がですね、皆様の次の一歩を後押しするものになれば幸いです。では以上で本セッションを終了いたします。ご清聴いただきました皆様、そして山中さん、渡辺さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。